世界チャンネルのコウタです。タイです。本日は、ここが変だよ、ベトナムをお送りします。それでは行きましょう。Let's get started! 世界中チャンネル。しかし、勘違いしないでください。ベトナムは本当に素晴らしい国で、私たちが心から愛している国です。本日はその中でも、日本とはちょっと違って微笑ましいところ、愛すべき面白いところをご紹介しますね。パンの味のパンが売ってます。さて、早速行きましょう。ここが変だよベトナム、その一つ目は？それは、バイク多すぎ問題という感じです。確かに本当にバイクだらけだよね。想像を絶するバイクの数に圧倒されるよね。どうなっとんやって。何がどういったらどうなるんやっていう。テクニック相当要するような。ベトナムといえばバイク。バイクといえばベトナムというね、そのくらいバイクの数は多いです。本当に街歩けばバイク。もう最初は圧倒されるけど、慣れてくるとそれがさ、なんかベトナムらしさで、なんかクラクションの音さえもさ、なんか活気があっていいなって思うようになってしまうよね。そうね。とにかくバイクだけで渋滞したりとか、その活気がね、クラクション鳴らしたりとか、するのが本当に活気があっていいなというふうに思いますね。タケコブタついてます。可愛いヘルメットです。だからこそ、道路を渡るときが結構大変っていう感じだよね。そう。これもかなりコツがいるよね。信号ないところもさ、めちゃくちゃ多いから。そうだよね。もう、うまく渡らないとっていう。渡らざるを得ないというね、ところがありますね。そのコツとは何ですか？それはですね、ゆっくりと一定の速度で歩くこと。これ大事。そうすれば、バイクが予測をしてくれて、勝手に避けてくれると。相手もね、それに慣れてんだよね。そう。で、これダメなのが走っちゃったりとか。そう、予測できない動きがダメ。逆にちょっと行って止まるとか。そう、危ない。そういうことをすると逆に危ないので、もう一定の速度で歩くことというのがおすすめです。すごいな。私たちもね、最初怖かったけど、今はすっかり慣れてね。慣れましたね。目をバイクの人に合わせながら、笑顔で通りますみたいな。ほんと手を挙げていくよってね、見せかけながら笑顔で渡るということがおすすめです。おすすめです。おばあちゃんでも渡れてるので大丈夫です。チャンネル登録お願いします。続いていきましょう。ここが変だよベトナム、その二つ目は？それは、バイクの売り子さん乗せすぎ問題。確かに、それ。すごすぎる。これはもはや芸術の域だね。もうバイクのこういった売り子さんだけではなくて、信じられない量のものを売っているものもね、見かけますね。そう。大丈夫なんあれ。どういうことなん？大丈夫とかではないんだよ。信頼関係に基づく絶対に当てないだろうっていう。じゃあおもろいねんけど。サイドには。気をつけてや。すごいでこれ。前見えへんやん。ようこれで走れるな。もう、売り子さんだけじゃない、ほんまにはしごとかさ、家具とかさ、なんかもういろんなものを運んでるし、なんかもう本当にベトナムに来て最初に感じた印象的な風景っていうのが、何あれなんか、すごいバイクが走ってんねんけど、みたいな。何を運んでんのみたいなね。そう。これも運べんのみたいな。その幅で、なんかぶつからないのみたいな。それに衝撃的やったね。荷台にね、いろんなものを乗せたりね。そう。ロープでくるむわけでもなく、乗っかってるだけっていう。すごいです。スリリングです。とにかくバイクが活用されているというのがこのベトナムです。ここが変だよベトナム、その3は？それはバイクのバインバオおじさんがノスタルジックすぎるこれね。ということです。街中をバイクで走ってて、よくバインバオってベトナム風の肉まんを売っているおじさんのことね。バインバオđây。バインバオnông hỏi sớm ngon đây。バインバオđặc biệt。バインバオđây。これたまに夜の11時でもこの声が聞こえるから、そんな時間に売れるのって思ったりするよね。なんか地元の人によると、買いますよみたいな感じで、ね。そう。で、これがね、なんとかこの、我々が子供時代に、野球さん来たなとか、なんか物干し竿の人来たなみたいな感じのイメージで受けれるので、なんかとってもノスタルジックな気持ちになるよね。ちなみにコウタさん、ベトナムには一体どのくらいバイクがあるんですか？説明しよう。
ベトナムの交通警察局の発表によると、2023年10月時点で登録のバイクはなんと7200万台を超えているとされています。めっちゃ多いね。うん。ベトナム人の人口ってさ、約1億人、2023年の時点で。うん。だから、国民の約 70% がバイクを持ってるという計算になるよね。そうだね。だからまあ国民の大人はほとんど持っていると。すごいね。で、バイクに関してはもうたくさん言いたいことがありまして。はい。逆走しております。しかもグラムの人や。グラムの人逆走してます。逆走問題とかね。そうそうそう。逆走普通にしてくるよね。普通にしてくる。端っこすいませんって感じで、しかも堂々となんかこっちが悪いからぐらいの、あれ、間違えたんかなって思うぐらい堂々とするし。とかね、まあ、はい、クラクション鳴らしすぎ問題とかね。もう、まあ、クラクションはご挨拶だよね。ご挨拶。はい。で、これが、だから、他の国から来ると、なんだ、みんな怒ってるじゃないかとかってね。そうそうそう。めっちゃ、マナー悪いと思ってる人たちいるけどね。そう、タイから来た人が、こんな鳴らすのかみんな怒ってるぞみたいなこと言ってる。そうそうそう。全然違くて。そうなんですよ。もう、ちょっと通るよとかね。そう。あ、ここいるから危ないよとかね。そう。うん。とにかく注意喚起で、親切で鳴らしてくれてるっていう、どっちかというと。本当に気軽に鳴らしてるんだけど、悪意はないっていうことで、皆さん気にせず、バイク、ね、来た時、バイクのめっちゃ鳴らされた。面食らわないようにね。思わなくて全然大丈夫です。ここが変だよ、ベトナム。その4は激しすぎる家カラオケ問題。確かに、この騒音問題が結構深刻かもしれませんね。そう。いつ始まるかわからないという恐怖。そう。ベトナム人って本当にカラオケが大好きです。うん。ですから、もう家でも大音量で歌うというのが特徴になっています。そうそう。しかもね、専用スピーカーがあったりね。うん。で、時間帯が関係なしと。そう。いうことで、場合によっては、国民のお祭りとかで深夜になって歌っている場合もあると。そうやな。いう感じですね。まあ場所によってさ違うけど、私たちはさ大丈夫やったけど、友人のね、借りてたお部屋とかは、隣がカラオケすごすぎる家族で寝れなかったって言ってたもんね。しかもさ、ほら、ベトナムって1階がリビングになってて、で、なんか結構オープンやん。だからそこの前でみんななんかバーベキューみたいなのをしたりして、お酒を飲みながらカラオケをするみたいな。いう文化があるよね。ドアオープンでさ、みんなに丸見えな状態っていうかさ、その状態でカラオケやってるからすごいよね。ここが変だよ、ベトナム。その後は国旗大好き問題。愛国心がすごすぎる。ほんとどこにでもある。街中が国旗で溢れてるよね。でもベトナム着いたら国旗国旗国旗と。しかもなんか可愛いからね。そう、可愛いかっこいい。なかなかイケてる感じでありますよね。そう。国旗のお菓子なんかもこの通りあってとってもキュートです。ベトナムの人々の国への強い愛着を感じますね。ちなみに坂田先生、なぜベトナム人はこんなにも愛国心が強いんですか？説明しよう。まあ、いろんな理由があるんだけれども、一つには直近のいくつもの戦争に勝っているということが大きいと思います。例えばどんな戦争ですか？まずは1946年から1954年にかけて行われた第一次インドシナ戦争と言われるものです。これはフランスとの戦争で、フランス植民地からの脱却、これを目指してホーチミン率いるベトナムがフランスと戦ったという戦争になります。で、結果ね、1954年の大きな戦いでフランスに勝利して、フランスはインドシナ、これはベトナム、ラオス、カンボジアから撤退したという流れになります。なるほど。このフランス統治時代がベトナムの文化に大きく影響を与えたんですね。そうですね。約100年のベトナム統治というのが大きな文化に影響を与えました。そして2つ目は有名なベトナム戦争です。有名ですね。これはアメリカの本格介入があった1965年から1973年にかけて行われました。アメリカを中心とする南ベトナム政府と北ベトナム政府が戦って1975年のサイゴン、今のホーチミンが陥落して北ベトナムが勝利を宣言しました。で、この勝利がベトナムをしっかりした独立を運命づけたということになります。なるほど。最後はこれは中国との戦争である中越戦争です。で、期間は1979年、実は1ヶ月だけ行われました。短っ。そう。これはですね、ベトナムがクメール・ルージュというポル・ポト政権カンボジアというのの
打倒したんですね。うんうん。でその時に反発した中国、これがベトナム北部に侵攻したとへえ。いうことになります。で戦いは1ヶ月行われて、引き分けに近いんですね。というのは中国は打撃を与えてすぐ撤退したということになりますので、自分たちもねあんまり怪我を負いたくないということで撤退したので、引き分けといえば引き分けなんですが撤退ということで、ベトナムの勝利とされていることが多いです。ベトナムめちゃくちゃ強いんだね。こういったねいくつもの戦争を得て、国旗は彼らにとって平和と繁栄、勝利の象徴ということになっているかと思います。なるほど。それではここが変だよベトナムその6は公園での謎ダンス。これねよくあるね、ベトナムの人ダンス好きだよね。ダンスが好きで、なんかしかも集まって、謎ダンスってね結構失礼な感じはありますけれども公園とか行くと大抵朝方早く、または夕方、集まって集団でダンスをしている人をよく見かけます。そうだね。私たちにとっては謎ダンスだけどさ、見てる分には楽しいよね。そうだよね、とても楽しそうにみんなダンスをしてるとここが変だよベトナムその7は迷宮細道がノスタルジック。確かにそれ。迷宮細道というのは私が作った造語なんですけども、ベトナムにはもうまさに迷宮のように非常に細い道で迷路のような道がたくさんあると。確かに楽しいよね、もう私たちの大好きなとこでさ、もう冒険感がめっちゃあってさ、もう本当に RPG の世界に迷い込んだみたいなさ、ここ行ったらどうなるのかみたいなねそうそう、つながってるのかみたいなね、そうつながってなかったみたいなことそうもあるんですよね。行き止まりやったみたいなこともあるからね、ただしですよ、はい細道のバイクの運転には要注意とそうですよいうことになります。詳しくはこちらのベトナムでの事故、手術、入院などの3つの動画をご覧ください。初めて行く道は Google マップが必須だけど、迷宮細道の場合 Google マップがあっても迷い場合があるよね。そうだね。でもこれはもう探検気分、この迷宮細道を行けばどうなるものかと行けばわかるさということで行ってみていただければと思います。ぜひねこのベトナムを訪れた際には大きな土地だったら必ずありますからね、なんかこっちの道行ったらどうなるんだろうみたいなね、夜はやめていただきたいですけど、昼間だったらねちょっと探検気分も面白いかなというふうに思います。はい。ちなみにこの世界中チャンネルは数ヶ月ごとに国を変えて移住している経営者夫婦が世界での暮らしや旅行術、移住しながらの仕事のやり方など世界にまつわる全てをお伝えしているので、ぜひチャンネル登録をお願いします。続いてここが変だよベトナムその8は路上カフェ充実しすぎ問題。もう問題っていうか問題ではないんですけどねこれぞベトナム。本当にこれぞベトナム。路上のさプラスチック椅子に座ってさ、コーヒーとかフォーを楽しんだりとかってもうめっちゃ早朝からね、人が結構いっぱい入ってるよね。そうなんだよ。だからこのベトナム人の生活の一部、でとってもなんか豊かな感じがするよね。いやほんまになんか朝さ6時からとかさ、夜も遅くまでとかさ、みんなさ働いてないのかなって思うぐらいさ、カフェずっとおるよな、そっから出勤するんですけども、まずは例えば朝集まってなんか友達とかと一杯やる、コーヒーでコーヒーで一杯やってから仕事に行ってまた帰ってきてすぐまた一杯やるみたいな、あのカフェ文化はなんかすごい独特だよね。何せね、このベトナムは以前お伝えした通り人口あたりのカフェが世界第一ですから。おなじみの坂田調べですね。でもそう勘違いしてしまうぐらいカフェの数がたくさんあるということですね。本当にいっぱいあるね。以上いかがでしたか？本日は在住者が教えるここが変だよベトナムをお送りしました。本当はね他にもたくさんお話ししたいことがあるんです、例えば上半身裸おじさんとかね、そういうのいっぱいいるよね。でこれ映像が全然撮れなかったんでまたね別の機会にお話ししていきたいと思います。でベトナムはこうはいうものの本当に奥深くて歴史豊かでご飯が美味しくて安くて魅力的な国です、一度来たらあるいは一度生活したらまたぜひと滞在したくなるはずです。もうみんなのさ行ったことある人はさ、ここがおかしかったここ面白かったとかっていうのもぜひねコメント欄で教えてほしいよね。そうね。この動画いいと思ったら高評価やチャンネル登録、そして感想などをぜひコメントしてください。それでは世界中でお会いしましょう。 See you around the world。 バイバーイ。バイバーイ。動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。See you around the world。